動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は最近取り組んでいる英語学習法を紹介しつつ、10時間勉強した日の様子をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していく予定なので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。まず朝一は DUO 3.0 の音声を使って25分間音読をしていきます。立ちながら音読をして目を覚ましつつ脳を英語モードに切り替えていきます。音読が終わったら続いて15分間のオンライン英会話。この日は6時過ぎにフィリピン人の先生と英会話をしたのですが、5時過ぎにはオフィスに出勤しているフィリピンの先生たちって本当にすごいですよね。尊敬。レッスンを終えたら軽く休憩し、今度は復習をスタート。音声を聞きながらうまく言えなかったところを改めて考えたり、朝勉強した単語を使える場面はなかったかなど確認していきます。復習中には、なんでこんな簡単な単語が思い浮かばなかったんだという悔しさとか、さっき勉強した単語をここで使えるかもといった発見の喜びなどの感情も大事にしています。こうすることで単語や言い回しが深く脳に刻み込まれている気がしています。本当に気がしているだけかもしれませんが、復習の時間はレッスンの倍以上かかることがほとんどです。なかなか根気のいる作業ですが、アメリカに NBA を見に行って現地の人と NBA 談義に花を咲かせるという個人的目標達成のために頑張っています。皆さんの英語の目標は何ですか？私のモチベーションにもなるので、ぜひコメント欄で教えてください。そしてこの日はレッスン&復習の流れを4セット実施。同じテーマのレッスンを続けて受講し、復習で確認した単語や言い回しを何度も使って自分の口になじませるよう心がけています。ちなみに私はネイティブキャンプの5分間ディスカッションをよく利用しています。テーマに沿った質問が先生から投げかけられ、それに答えていくスタイルのレッスンなのですが、この日の1回目のレッスンでは思い通りに喋れず、答えられたのはわずか5問。ただ4回目のレッスンではスムーズに話せるようになり、雑談も交えながら8問ほど答えられました。同じレッスンを何度も受講することで、英語で答えられるトピックを自分の中にストックしていくというイメージでレッスンを受けています。また、さっきよりもうまく答えられているという成長を実感しやすいことも同じレッスンを受講するメリット。とはいえフリートークだとまだまだ思うように喋れないことがほとんどなので、地道に続けていくしかありませんね。朝のうちに単語とオンライン英会話で4時間ほど勉強をこなした後はカフェへ移動。自宅が街の中心部からかなり離れているので移動時間がかさんでしまいますが、音声学習や独り言英会話をしながら移動時間に少しでも英語に触れるよう心がけています。ちなみにこの日はタリーズで勉強、安さ重視でマックで勉強したこともあるんですが、ハンバーガーやポテトの匂いで勉強に集中できず断念。最終的にスタバやタリーズといったスタンダードのカフェに落ち着きました。マックで鬼のように集中している人たち、マジですごいと思います。お昼ご飯を食べた後はデルセンを使って精読の練習。デルセンは問題に答えていくスタイルで使う人が多いと思いますが、私は最近精読用の教材として使い始めました。具体的には各例文を主語、述語、目的語などに分け、文章の骨格を見抜く練習をしています。TOEIC のパート5の短い例文とはいえ、とても長い主語が出てくることもあるので、精読用の教材としてもかなり重宝しています。また、パート7の長い例文を精読すると、1問読み終えるまでだいぶ時間がかかりますが、デルセンならサクサク次の問題へ進めるため、ハイペースで勉強している感じがあるのも気に入っています。というわけで、カフェでは25分勉強、5分休憩のセットを6セット、合計3時間の勉強をコンプリート。ここまでで約7時間、なかなかいいペースで勉強できています。カフェで勉強した後は本屋で洋書を入手し、一旦夕飯を取ります。ラーメンを待ちながら、割りスープって英語で何て言うんだろうなどを考えながら脳の英語モードをキープ。本当は大盛りを食べたかったのですが、眠くなりそうだったので無念の普通盛り。風雲児のつけ麺、美味しかった。夕飯を終えたら本日2軒目のカフェへ移動。先ほど入手したばかりの要書を読んでいきましょう。ちなみに要書を読むのはこの日が初めてでした。難しいかなと思いつつ、日本語版を読んだことがあるから大丈夫でしょうと思って手に取ったこの本。ちょっと背伸びをしすぎたかもしれません。ただ、カフェで要所を読むスマートでかっこいい40代になるのも一つの目標なので、諦めずに地道に読み進めていきます。カフェでは2時間弱の読書を達成。帰宅中も独り言英会話をして、最後にもう一踏ん張り。25分間の英会話レッスンで1日を締めていきましょう。夜の英会話レッスンでは朝とは違うトピックを選び、今日終わった出来事を交えながら楽しく会話することを目的にしています。がっつり勉強だけだと疲れてしまうので、楽しく英会話する時間も取りたいんですよね。
はい、というわけで今回は1日10時間勉強した社会人の休日ということでお送りしてまいりました。おそらく机に向かった時間は8時間から8時間半ぐらい、そして移動中の独り言英会話とか音声学習も含めたらだいたい10時間近くいったのかなというふうに思います。もちろん私も社会人で平日は仕事があるので毎日8時間とか9時間とか10時間勉強してるわけではないのですが、休日はこれぐらい勉強する時も時々あります。そしてこの動画が英語学習中の皆さんのモチベーションになれば幸いです。そしてもちろんこれから私ももっともっと勉強を頑張っていきますので、ぜひ英語学習中の皆さんは一緒に頑張っていきましょう。もし今回のビデオがいいなと思ってくださった方は、いいねボタンとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてもし何か感想があればぜひコメント欄にお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。See ya!